開始します。ぐるぐる回ってるぞ。大丈夫なのかな。はい。来ましたかね。はい。皆さんこんばんは。まだなんかくるくる回ってると思うんですけど。あ、チミディさん早速。いつも一番にありがとうございます。よろしくお願いします。なんかまだ僕の方ではくるくる回ってるんですけど、なんでしょうね、こりゃ。まあ、音声の方はいけてるようなので、はい。やってみたいと思います。この三が日なんですけども、もう本当にテレビを見ることがなく、過ごしました。んで、これ何かっていうと、ちょっと僕卓球をやってまして、で、その卓球の、募集チラシっていうか、作ったんですね。ていうか、今年実は、ちょっと役員をやってて、ボランティアでみんなね、こう、順繰りでこう回ってて、で、昔、40人ぐらいいた教室だったんですけど、高齢の方って僕平日の昼間に、卓球をやってて、で、高齢の方が多いんですけども、で、僕はね、どうしても夜の仕事っていうか、学習塾とかそういう系統なので、昼間やれるというか、で、なかなかパソコンできる方がいらっしゃらないので、チラシ作ってくれっていうことで、こう、募集の、こういった卓球の、こう、作ったんですね。はい。で、何を言いたいかっていうと、ノイズも入ってます？本当ですか？ちょっとこれ、あれかな？どうしたんでしょうね。マイクの方ちょっと落としますかね。はい。多分これ接触っていうかなんかマイクは USB の関係で、電流が流れてるところに近いと、ブツブツブツとかって言うみたいですね。今日もちょっとあれなんですかね。ネットの調子が悪いんですかね。はい。すいません。いつもありがとうございます。なかなかね、うまくいかないですね、ライブも。はい。それでこれ何を出してるかっていう、今日のテーマである、今日正月特集最後、初心者の方に対する、本当ですか？ありがとうございます。はい。初心者に対する、なんていうのかな。株の、始め方っていうことで、今年からもし、始められる方がいたらと思って、で、このチラシを作った時に思ったんですよ。僕も卓球をやってて、70代の方とかに、結構投資のこととかやっぱり YouTube でやってますって言うと、聞かれるんですよね。でも、やってる人はいるんですけど、やっぱ地元が僕はトヨタっていうところなので、どうしても日本株のことと、投資のなんていうのかな。証券会社の方に預けていて、自分は全くノータッチで、何の株買ってるかなと思うと、トヨタとか、日本郵政とか、別に悪くはないとは思うんですけど、なんかもう別に値動きも見てなくて、人に任せてて、という状態ですね。だから多分、金融、お金を増やしたいかもしれないけど、金融に関して全く学ぼうとしてないところがやっぱあるのかなと思うんですね。で、なかなかね、難しいことかもしれないんですけど、今日はまず学ぶきっかけっていうかをね、どうしてもこう70代の方とか60代、私たち50代もそうですけど、にどうしても伝えたくて、今日はそういった
こういった卓球をやってらっしゃる方でもわかる内容を、ただ、どうしても必要なことっていうのがあるんですよね。YouTube が見れること、それからスマホはちょっとボタン操作しなきゃいけないから、いじれなきゃいけない。この2つはね、どうしても投資をする上でいるんですよね。じゃないとやっぱり証券会社の方にお任せになっちゃうんです。いいわけじゃないんですけど、証券会社の人が悪いわけでもなく、自分でこう選ばないから、なんていうのかな、当たる外れが出ちゃう、日本株とかと思うんですよね。今の時代はやっぱりネット証券を推奨するっていうことになっておりますね。はい、そんなことも踏まえて、普段聞いてらっしゃる方はほとんど思うので、今日はちょっと確認の意味でね、初心者の方でもね、投資をということでお伝えしていこうかなと思ってます。で、今日相場も11時半にあるので、多分、11時半になった時、一部ちょっと値動きもね、見たいなと思っています。はい。それでは、早速、ちょっといろいろ考えて、僕も今日まとめましたので、で、僕が経験していることでも伝えていきますので、いろんなやり方はあるかもしれないですけど、今日は、僕がこう進めるっていう形で行いたいと思ってます。まずこちらの、内容なんですけども、50代から始める初めての投資ということで、老後に備えたい初心者のための、資産形成術ということで載せてあります。やっぱりいくつか、ウェブを探すと、初心者の方のためへっていうので、たくさんいろんな証券会社や銀行さんとかで、サイト出して説明。今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。今日は本当超初心者のための講座みたいになってますので、確認、皆さんはね、もう投資してらっしゃると思うので、確認のためっていうことで、見てくだされば嬉しいなと思います。基本これリクエストがあったのでちょっとやってますので、はい。よろしくお願いします。11時半だったらまたちょっと相場見ますのでね。はい。で、50代からっていう方が意外に多いということですね。まず投資を始めるのが。やっぱり、きっかけは、皆さん、なんていうのかな、多分お子さんがいらっしゃる方、子供が大きくなって、もう50代になって、自分のことにまた変えて、で、仕事もそろそろどうかなっていう先をね、見たときに、老後がやっぱり見えてくる。で、お金の方もちょこちょこやっぱり、本当にね、老後のことで貯めていかなきゃいけないかなっていうふうに、今までは子供や家族のために使ってた人たちが、もう自分のためにという形にね、なってくるのかな、という時期だと思うんですよね。だから一番、その50代の方とかは、お金を貯める時にはちょうどいいタイミング。ただですね、これを見てもらうと、1世帯あたりの金融保有額ということで、圧倒的に60代の方が多いです。はい。これはですね、もしかするとなんですけど、退職金が入るという形で、退職金が乗っかってきてるんじゃないかなと思うんですね。だからこんだけ多く。ただ、退職金を考えずにいれば、この50代から貯めていってっていうことでね、そういう方が多いと思うんですよね。はい。他は50代から投資を始める人はどれぐらいいるのって言ったら、やっぱり、60代の方も多いんですけど、60代の方は多分、投資を始めるっていうより、退職金をどうするっていうことで、それで投資をやられる方もいるかもしれません。50代の中の人は、今更始めてもどうなのって思われる方もいるかもしれないんですけど、僕的には一番50代の方が、私たちの年代が一番始めて、
いいんではないかなと思うこともあります。当然、20代からちょっとの金額を積み立ててれば、もうほとんど、ね、積み立て、ちょっとやっていくだけでもう、老後の心配はいらないとは思うんですけどね。でも、やっぱり若いうちはなかなか、私たちが若いうちって時は、アメリカのこととか全然わからないと思うんですよ。米国株とか。ほんと最近ですよね。この5年ぐらいだと思うんですよ。米国株っていうのがすごいいいなって思われたのが。だから、やっとインターネットができるようになったから、こうして、海外の株とかも自分たちで買える時代になってきた。で、SNS も発達してきて、YouTube も出てくるようになって、と思えば、やっぱり50代の私たち、今のこの時期が、YouTube も見れて、ネットもちょっと触れて、スマホもいじれてっていうのが一番タイミングがいいと思うんですね。逆に、やっぱり70代の方とかは、投資をするっていうことよりも、やっぱスマホをいじれるか、YouTube を見れるかっていうところがポイントだと思うんですよね。どんなことでも。はい。だから、投資が大事っていうよりも、そういったインターネットを使えるかどうかっていうのがすごく大事になってくるかなって僕は思います。はい。で、ここで、投資を、初心者に、進める理由っていうことで、4つのないっていうのが書いてあるんですけど、知識がない。で、これは、ここには書いてあるんですけど、確かに知識なくてもあれですけど、正直、最初に YouTube が見れさえすれば、今、その詐欺みたいな YouTube ってそんなにないと思うので、YouTube がまず見れれば知識は後からついてくると思います。時間がないっていう。時間はね、ないけど、投資信託だったらそんなに時間はかけなくてもいいと思うのでね。はい。まずはここに預けておけばっていうことで、今日はね、投資信託をお勧めしたいと思ってます。まとまったお金がない。これも、最初はドーンと入れても、後からね、月々いくら入れるのっていうこともありますし、まだまだちょっと、最初にドーンと入れたくないなっていう方は、月々、1000円程度からもできるっていうことは言いたいなと思います。損をしたくない。これはね、確かにそうなんですけど、一応リスクとリワードは難しいですけどね、これ。一体ですからね。トレードされてる皆さんは知ってると思うんですけど、やっぱ投資をしている方とかは、絶対に銀行に預けておいた方が、お金も減らないだろって言われる方は、いつまで経っても僕はしないですよね。リスクがあってこそなのでね。ここはどうしてもね、そうですね、高齢の方とかだと、なかなかこの話も難しいですよね。絶対に勝てるものしかやらないギャンブルなんてないわけで、ギャンブルって言い方失礼ですけど、確率が高いもの、ここはね、本当にもう、リスクをちょっとでも背負わないといけないですよって言うしかないですよね。はい。この4つがあるということになります。で、ここはね、また後でちょっと話したいと思います。NISA とかね、iDeCoとかになりますけども。50代の方がこれだけ投資を始める人が多いよってことはまず言いたいなと思うんですね。はい。で、その次ですね。こちらなんですけど、僕前もビデオでちょっと出したんですけど、じゃあ、最初に自分が投資をするときに、いくら積み立てて、何年積み立てて、リターンが何%かってこの楽天シミュレーションですけど、これ楽天証券、僕今回推奨する、証券会社は SBI 証券です。これでもね、正直どっちでも似たようなもんです。もう楽天証券と SBI の銘柄とか、ただ、
僕が選んだきっかけは、SBI はたまたまですけど、ナスダック100があったからです。レバナスっていうのがあったからです。最近楽天証券さんで、レバナスできたみたいなんですけど、もう、その商品が SBI にあったからだけですね。あとはほとんど変わらないはずです。もう、例えば、楽天ポイントにするか、T ポイントにするかってもうこれぐらいな話で、どっちの証券会社も似たようなもん。で、今回は一応 SBI を説明をします。はい。で、この楽天シミュレーションは、まあこういうのが、このサイトであるのはすごい便利だったので、ちょっと使わせていただいているだけですね。さて、ここなんですけど、最初に投資をする人ってやっぱりどれぐらい儲かるのかなとか、積み立てってどれだけすごいのかなっていうのを知っていただくために、ここにやっぱ数字を入れて学んでもらいたいなと思うんですね。じゃあ、まあこれ、例えば積み立て NISA を50代から70歳までやるとしましょう。今からね。まあ、頭金はなくて月々に23,000円って入れますよね。でそれから、じゃあ、70歳まで頑張って20年にしましょう。20年。はい。0ヶ月。で、50歳から70歳までね、頑張りました。ここですね。リターンですね。一応、何にも考えんで積み立てて、S&P500 を平均したリターンは、もう、すいません。ダンさんもここ言ってますけど、6% にしてください。もうちょっとリターンが良くなるには、どうしてもいろんな銘柄考えたり、トレードしたりとかしなきゃいけないんですけど、まずは積み立てをするときに、アメリカが、アップルが壊れたりとかしたら別ですけど、まあ、一応、まあ S&P500 を目安にします。で、これで計算を押します。おっと、不正ですって出てる。なんだ？ちょっと待ってくださいね。あ、半角じゃないからかな。あ、もしかしたらこれ全角で押しちゃったかな。とか出ちゃった。もう、これどうだ？あれ出ないぞ。お、いきなりちょっとごめんなさいね。あれ全角 6%。あ、出た。リア。はい。積み立て NISA をシミュレ50歳から。単純に言うと、20年積み立て NISA で今からやっても、資産が、払ったお金が、元金が550万で、計が1062万なので、単純ですよ、これ。ほぼ倍になってると考えてください。はい。50歳から月々23,000円で70歳まで積み立てたら、はい。500万が1000万になりましたっていうのが、まあ S&P500 だけ平均でね。たら、これだけ複利が出ますよっていうことですね。はい。2倍になったって言えば、ね、積み立て NISA で S&P500 を積み立てたら、20年積み立てたら、2倍になったよって言えば説得力はあると思うんですよね。はい。で、じゃあ50代だったら、もうちょっとどうかなって思われるんだったら、ここを、今度は NISA 口座というのを使います。NISA 口座は1年で120万円までっていうオーバーもあるので、まあ10年最長いけるかもしれませんけど、とりあえずじゃあ、5万円にしましょう。毎月頑張って5万円。5万円するには、相当いろんなものを削ったりいろいろ考えたりしなきゃいけないかもしれませんけどね。積み立て期間としてはもらいたいが、じゃあ15年にしましょう。リターンはじゃあ変わらず、まずはね、変わらず 6%。で、計算します。
出ました。月55歳で S&P500 の平均を見たら、元金が900万円で、合計1450万円だから550万利益か。やっぱ、あれですね。積立期間が15年ということで、ちょっと利益が 1.5 倍ぐらいですけど、やっぱり積み立てがあった方が、長い方が複利が出ますね。まあ、でも、より50歳ぐらいからだと現実的なものかもしれませんね。はい。もう一個やりますね。これ NISA の場合を考えてください。NISA 15年じゃないんですけどね、本当は。はい。でも、来年以降、ちょっと法律が変わるので、また、法律が変わったところで、今度 NISA と積立 NISA が一緒になったりするのでね。まあ、そのこともまた、税金の対策とかね、また話していきたいなと思います。最後もう一個がですね、iDeCoですね。年金の上乗せみたいなやつ。みんな今日お話ししてるものさ、積立 NISA、iDeCo、ともに一応の金額にしてます。おすすめしているものは NISA かiDeCoという税金がかからないもの。で、今度は、最長ですね、これ。最高金額で。自営業の方とかは、これが最高です。68,000円が最高です。ただ、自営の方とかだとあれですけど、お花さんどうも今日もよろしくお願いします。はい。今日は初心者の方へ向けてっていう、お話をね、しています。はい。今ちょっとiDeCoの話をしてる。iDeCoのマックスは68,000円なんですけど、ここまでは入れられないなっていう方は、どうしようかな。iDeCoのマックス、やる人いないか。いや、でも50歳からだったら、もうiDeCoやってもいいと思います。いきますか。なぜかというと、あとiDeCoも来年60歳まで下ろせないものから、頑張って65歳とか65歳まで引き伸ばすことができたんですね。だから、なんか下ろしちゃいけないっていう怖さがあったらiDeCoは使えないですけど、いや自分は値動きをちょっと積み立ては積み立てで、もうこれは絶対下ろさないという風であったら、iDeCoの方がいいと思います。50歳ぐらいの方とかだと、もうiDeCoを使っても全然いいと思いますよね。はい。で、iDeCoの場合だと、ここが運用を、ちょっとごめんなさいね、65だと。どうしようかな。10年にしときますか。はい。で、リターンが 6% できますね。これだとどうなるんだろう。ちょっと待ってくださいね。68,000円。なんか勝手にチュイーンって出たな。10年。10年。10年でいいか。6%。これだとあんまりリターンが出ないですね。やっぱり積み立て、ちょっと見ると、元金が800万で、利益っていうかトータル1100万ですから、あれですね。300万の利益ですね。そうですね。あんまないですね。あんまりないって言ったら失礼ですけど。やっぱり積み立ての場合は、少しでも早くからやった方がいいっていうのは、この、複利の関係でわかるかなと思います。ただ、積み立てするんだったら、今から、やっぱり一番いいのが積み立て NISA の、これの20年 6%。これがやっぱり一番良かったですよね。はい。なので、ちょっと最初にやられる方とかは、まずは、積み立て NISA で20年
頑張りましょうよっていう風にしたらいいかと思いますね。これが一回正解ですね。はい。それからですよね、トレードのこととか考えるのは、きっと。はい。最初はもうわからんもんで、積み立てしてみようかなと思うものを、S&P500 を、まあ、選んでいただくっていうのが一番いいかなと思います。ここから見ても、一番、福利がかかるから、70歳までなんとか積み立てとこう。お金がもしできるんであれば、それからは、その後、いろんなものの投資をしようかなって、その後でいいと思いますね。はい。あと5分ぐらいですね。ちなみにちょっと待ってください。今日、やりますよね、きっと。これ。ダウとナスダックと S&P。月曜日ですよね。僕、ちょっとカレンダーを見てなくて、祝日じゃないですよね。はい。なんかちらっと今日、ポストプライムの方見たらテスラが、なんか、プレマーケットですごい上げてるって言ってましたね。うわ、なんだこれ。全然関係ないですけど、ゴールドが、シルバー、金属がめちゃくちゃ下がってるじゃないですか、今日。見てなかった、今日コモディティ、こっち全然リアルタイムで見てなかった。あ、原油もすごい下がってるな。あ、そうなんですね。これちょっとアメリカの相場出たら見なきゃいけないですね。また変わるかもしれないですね。はい。ビットコインとかどうですか？あ、もう思いっきりレンジですね。あ、イーサリアムはまあいい水準にいますね。でもまだ4000ドルあたりか。いい水準かもしれないですけど。なるほど。こんな感じなんですね。プレマーケット、一回だけちょっとね、でんをやりたいと思いますけど、今日の相場、インドが良かったみたいですよね。ちらっと言ってましたね。インドやっとちょっとだけ戻ってきましたね。僕持ってるので、まあ、やっとかって感じですね。はい。他に世界の方で目立った動きはドイツがいいですね。そんなぐらいかな。あ、インドネシアいいですね。トルコいいか悪いかがわからないです。ちょっとね。はい。ぐらいですね。ロシアが上げてますね。はい。はい。それじゃあ、今年初のでんをやれるってことかこれ。でいいんですよね、きっと。どれだっけ。はい。ジャウチュー。これですね。はい。で、これ、あれ、待ってください。最初に戻さないといけない。この間使っちゃったの。ああ、もうなっちゃった。はい。今年もよろしくお願いしますね、コカブさん。はい。ベルちゃんと勝手に言ってますけど、きっと名前は違うんでしょうけど。頼みますね。で年商、これでアメリカの株がいいといいですね。こっちの方でもちょっと個別株の方、さらっと出しておきますね。はい。ちょっとこれはまだ、リクエストがあった時のとこなので、こっちに出してやるよな。ありましたね。はいはいはい。表示が、大きくなったので、だいぶ見やすくなったかなと思います。で自分で言っちゃってますけど。はい。これあれですね。もしかしたら1分ぐらい遅延してるのかな？ちょっと、今フライングですけど、もうでんやらさせてもらいますね。多分。はい。いきまーす。
多分、これぐらいでちょうどいいんでしょう。はい。時差をうまく利用して、群舞を鳴らさせていただきました。はい。じゃあちょっと様子見ていきたいなと思いますね。はい、来ましたね。やっぱそうですね。1分ずれですね。ダウが、0.2% から S&P が0.3738 と来ています。上げてきてます。半導体が 1% 上げてます。10年国債が何ですかこれ。5.05% って恐ろしく上がってます。ちょっと国債がやばいですね、これ。何ですかこの長期安定型は。ナスダック来ました。0.71。いやー、高いですね。はい。高いなぁ。年初最初に、年始めてこれ好調ですね。これは嬉しいですね。半導体も上がってきてます。これはいいですね。うん。じゃあ、個別株の方ね、ちょっとパッと見てきますね。はい。まず、主だったところパッと見て、やっぱりね、NVIDIA がもう300まで到達しましたね。2.5% 上げてます。なんででしょう。半導体、いいんですかね、今。いやー、いいですね。2.5% ですね。それから、だいたい上げてますね。マイクロストラテジーも上げてる。ペイパルも戻している。スクエアも戻している。うわ、NVIDIA バンバン上がってますね、今。2.74 までいっちゃった。マイクロストラテジーも 2% いってる。デルタ航空が 2% 上がってる。フォードが 2% 上がってる。テスラが 8%? プレマーケットでもこの良かったんですね。うわ、もうテスラこれめちゃくちゃ上がってますね。怖っ。ほんと目立つね。今年の2021年パフォーマンス、全然50% だったけど、ね派手なんですね、やっぱりね、動きが。魅力があるんですね、これ。ギャップ 2.4%。これ洋服のギャップですね、2.4%。モルガンスタレーが今 2% 上げてますね。逆に、ファイザーが 2% 落ちてるから、これなんだ？オミクロンというか、なんか、いい情報が出たんですかね。大体してて他が上がってるってどうしてもコロナの関係かなと思っちゃいますけどね。2.6、だいぶ落としてますね。バンクオフアメリカが 2% 上げてます。うわ、グルーポンはこれ上げてるっていうよりも 3% 戻してるんでしょうね。ずっと下げてましたもんね。グルーポンは。はい。というくらいですね。今、主だったところ、上がったり下がったりしてるものは、そんなところですね。銀行が強かったり、そうですね。ゴールドマンサック、そうですね。銀行が強いですね。テスラは別格ですね。NVIDIA も 3% までいった。ぐらいですね。あと Facebook っていうか、メタが 1% で、全体的にブルーフラッグって感じですよね。はい。という感じであります。いいですかね。また最後にね、この相場の方を見ていきたいと思いますんでね。また、特集の方に戻っていきたいなと思います。はい。卓球じゃねえわ。積み立てこれですね。それでですね、今回もう結論から先にちょっと言いますと、もう最初に
今年から、投資を行いたい方は、もう全くわからない人は、結論から言うと、まず、証券会社はじゃあもう SBI 証券っていうネットを施設してください。まずこれ一つ。それから、同じように SBI のネット銀行っていうのを開設してください。はい。まずこれ二つ。これ一緒の会社ですけど、すごいメリットがありますので、まず、ちょっと銀行口座いっぱいだよって思われても、もう、他の、今、なんていうかな、銀行口座って、もうお金入れるだけなので、信用金庫とかね、ああいうとこはもう使うことないんですからね。これからは、投資ができるとこと投資をする際に便利な、銀行口座を両方持つことが大事です。はい。なので、SBI 証券と SBI ネット銀行両方口座開設してほしいがまず一つ。それから次、ここに1番が載ってますけども、投資信託をしてください。はい。投資信託です。で、投資信託も何を投資するかももうお話もしたいと思うんですけど、まず投資信託。ここにネット証券の時に必要な知識ということで、これ1番投資信託、2番 NISA、さっき言った、そうですね、税金のかからないやつですね。はい。それから3番がiDeCo。はい、これもさっき言った、税金がかからないけど、年金の積み上げみたいな形のものですね。4番は国債。ここはもうちょっと、後でもいいです。はい。1番、2番、3番だけでいいと思います。5番も株式投資ももういいと思います。最初から株式投資はしなくていいと思います。なので最初はもう、この1番、投資信託、2番、NISA、3番、iDeCo。要は、1番をやるときに、NISA をやりますか、それとも、iDeCo をやりますかのどっちか。と考えれば簡単だと思います。はい。でですね、今回、ある方の、YouTube がとってもわかりやすかったので、この方、賢者への道って書いてありますけど、この方、の YouTube なんですけど、SBI 証券の口座開設ということで、お得な開設の仕方を説明してます。この方普段ね、再生回数がね、5000回ぐらいなんですけど、この回だけ13万回で飛び抜けてるんですよ。どれだけこの内容が親切だったかっていうことがわかるかと思います。なので、一応僕の方も SBI 証券やっているので、この方の話を聞きながら、途中、端折ったりして、確認していきたいなと思います。とにかく、YouTube が見れること、それからインターネットっていうかスマホがいじれることっていうのが条件になりますので、ここだけはね、どうしても避けられないというか SBI 証券を作るには避けられないので、お願いします。で、この方もスマホでSBI の画面とかも出してきますので、ぜひね、この、YouTube の方も、ちょっと、見ていただいたり、僕の方でも繰り返し見ていただいてもいいと思いますけども、ぜひね、活用してください。では、ちょっと僕もこれ、イヤホンつけないと聞こえないので、ちょっと設定しますね。待ってくださいね。多分、これでいけるかな。ペアリングしないといけないので。これがね、ハウリングしちゃうんですよね。最近分かったんですけど。出るかな？デバイス。
はい、いきます。よし。じゃあ行きます。くるくる回ってる、やば。あれご紹介していきます。まずざっくり流れをまとめると、1、ハピタスを経由して SBI 証券へ行く。2、SBI 証券の口座開設を申し込む。3、特定口座、源泉徴収ありを選択する。4、積立 NISA がおすすめ。このような流れとなっております。そして必要なものは、1、パソコンやスマホ。2、本人確認書類。こちら免許証を用意される方が多いと思います。3、マイナンバー確認書類です。今回はスマホを使って口座開設する手順をご紹介していきます。ただ基本的にはパソコンでも同じ流れなので、ぜひ参考にしてみてください。それでは具体的な手順に移ります。まずは1、ハピタスを経由して SBI 証券へについて解説していきます。最初に思うこととしては、なんでいきなりハピタスとかいう聞いたこともないサイトに誘導するんだ、怪しいぞ、こんな風に思うかもしれませんが、このハピタスというサイトを経由して SBI 証券の口座開設をすると、なんとですね、4000円分のポイントがゲットできる、こんなメリットがあります。普通に SBI 証券とご自身で Google 検索などで検索されて口座開設をしてもいいと思うんですけれども、普通に口座開設するよりもこちらの方が圧倒的にお得になります。さらに概要欄のですね、紹介リンクというのがございまして、そちらからハピタスに登録していただくと、さらにプラスで400円分のポイントがゲットできます。そして合計で4400円分のポイントがゲットできるので、結構ですね、お得になるかなと思います。ただ4400円分のポイントなんて不要だよという方は、普通に SBI 証券と検索して開設していただくのが一番いいと思います。しかしこれから長期的な資産形成をしていくには、こういったですね、金額を小さな金額というふうに馬鹿にすることなく、コツコツとですね、積み上げていくということが非常に大切になってきます。あとですね、下の概要欄のリンクというのは私の紹介リンクになっています。そこからハピタスに登録をすると、紹介者である私にもポイントが入るようになっています。もしもそれが嫌と感じる方は、別の方法で登録してみてください。もちろん紹介リンクから登録されたとしても、ご自身が獲得されるポイントについては減ることはないのでご安心いただければと思います。概要欄のですね、リンクからだと400円分追加でゲットできるので、ぜひご活用いただければと思います。そしてここからは具体的に画面を使って解説をしていきます。まずは概要欄のリンクをタップして、こういったですね、ハピタスの公式サイトにアクセスします。そしてこちらの下のですね、会員登録無料というところをタップします。そして続いてハピタスの登録に移っていきます。このように新規会員登録の方法がいくつか用意されておりますので、お好きな方法で新規会員登録をします。ちなみに私はメールアドレスで登録をしています。登録が完了したら、画面の下にあるログインからハピタスにログインしていきます。ログインが完了すると、こういった会員ページにアクセスできるので、右下の検索をタップします。そうすると検索画面になるので、キーワードに SBI 証券と入力して、こちらの検索するをタップします。そうするといくつか結果がヒットします。この中の検索結果にある SBI 証券ですね、こちらをタップしていきます。ちなみに iDeCo の口座開設とは別なので、こちらはご注意いただければと思います。NISA や特定口座を利用する場合は、こちらの SBI 証券をタップしていきます。そうすると詳細が表示されます。こちらにですね、4000ポイントと表示されております。1ポイント1円分となりますので、合計で4000円分のポイントがゲットできます。ただ、iPhone の場合は、こちらですね、注意書きにありますので、少しご注意いただければと思います。続いては、ポイント条件というのを確認していきます。こちらになりまして、ポイント獲得条件は、新規口座開設と5万円以上の入金になります。特に難しい条件ではなくて、どちらも簡単だとは思うんですけれども、少しには注意が必要で、SBI 証券の証券口座に直接5万円を入金する必要がありまして、あと SBI ネット銀行のハイブリッド預金というのを開設する必要がございますので、そちらの方法についても後ほど解説していきます。そして条件の確認が終わったら、ポイントを貯めるこちらをタップして SBI 証券にアクセスしていきます。
そして続いては SBI 証券の画面について口座開設をしていきます。ハピタスから SBI 証券にアクセスするとこんな感じで画面が表示されると思います。この画面の無料口座開設はこちらというボタンをタップします。ちなみにここにもしっかりと4000円分のポイントがゲットできるというふうに記載されています。続いてはメールアドレスの入力です。メールの入力フォームが開くので、こちらにメールアドレスを入力していきます。普段お使いいただいているアドレスを入力していけば OK です。入力が完了したら次へをタップします。そうするとこのような画面になります。先ほど入力したメールアドレス宛てに認証コードが届きますので、こちらに入力していきます。こんな感じで SBI 証券からメールが届くと思います。こちらの6桁の数字が認証コードになります。もしこのメールが届いていないという場合は、迷惑メールフォルダに振り分けられている可能性がございますので、そちらをチェックしてみてください。そして確認が終わったら先ほどの画面に戻って入力欄に認証コードを入力していきます。入力が完了したら次へをタップします。続いてはお客様情報の設定です。こちらはご自身の情報を入力していきます。まずは居住地、そしてお名前も入力していきます。そしてあとは生年月日や性別、電話番号などを入力していきます。こちらのメールアドレスは先ほどご入力いただいたメールアドレスが自動的に表示されていると思います。そして住所をですね、こちらも入力していきまして、郵便番号をですね、入力していただいて、右の住所検索をタップしていただくと、下に自動的に反映される形となっています。ただ振り仮名は表示されませんので、そちらはご自身でご入力ください。続いては特定口座の解説です。いきなり特定口座、わけのわかんない言葉が出てきたと思うかもしれませんが、特に迷うポイントというのはございません。基本的にはこちらの初心者マークがついている解説する、こちらを選択していただければ大丈夫です。こちらは源泉徴収まして、株などの取引で利益が出た場合は税金を納める必要があるんですけれども、そちらの税関係の処理を SBI 証券にお任せする設定になります。こうしておくと確定申告などの手間が少なくなるので圧倒的におすすめです。ちなみに私もこの特定口座源泉徴収ありというのを解説しています。続いては特定口座の申し込みをする方は選択していきます。現在と本年1月1日の居住都道府県が異なっている方は選択が必要です。こちらは税金の関係になりますので、正しく選択していきましょう。選択といっても都道府県を選ぶだけなので、特に迷うポイントはないと思います。続いては NISA の選択に移ります。こちらも少し悩むと思うんですけれども、そもそも NISA とは税金の優遇税制のことです。もし取引で利益が出た場合、税金が発生するんですけれども、この NISA 口座であれば非課税になります。そしてこちらの一般 NISA というのをざっくり解説すると、年間120万円までが5年間非課税になる優遇税制のことです。そしてこちらの積立 NISA というのは年間40万円までが20年間非課税です。NISA 口座は一人一つになっていまして、どちらか一方を選ぶ必要がございます。ただこちらにありますように、今は申し込みをしないで、後で申し込みをすることも可能です。もし長期的な資産形成を目的とされているのであれば、非課税期間がより長くなっている積立 NISA を選択される方が多いと思います。この20年間の非課税期間というのはかなりお得なので、ぜひご活用いただければと思います。続いては住信 SBI ネット銀行の解説もちょっと途中止めますね。まず今までの流れからすると、最初に SBI 証券の、口座開設をするという流れになってます。で、この、ハピタスっていうサイトはお得なんですけど、一気にここのサイトで、住信 SBI 銀行も開設ができるっていうことで、一気にこれ全部、なんていうかな、銀行口座もできるし、SBI 証券も、開設ができるという流れなので、まあ、変な話、一気にできるので、すごく手間は省けるはずです。で、なぜこの SBI ネット銀行が必要かっていうと、このハイブリッド貯金って言って、銀行口座にお金を入れておくと、そのまま SBI の証券口座にお金が入った形っ
と同じ。例えば、ハイブリッド口座の方に1万円入れてたら、ネット銀行の方も1万円という金額が入ってきます。ネット銀行が1万円だったら、証券会社も1万円という形になります。なので、同時に申し込んだ方が、後から手間がないというか、送金する手間がないということですね。はい。じゃあ、住信ネット銀行の解説、後半ね、いきたいと思います。次の選択です。もし SBI 証券を利用するのであれば、こちらの銀行は開設しておいて全く損はございません。もちろん開設は無料になっています。先ほどご紹介したハピタスのポイントをもらうためには開設が必要なので、こちらの申し込むを選択します。この住信 SBI ネット銀行のメリットを簡単にですね、ご紹介していきます。まずメリットの1つ目は SBI ハイブリッド預金の利用です。こちらはですね、SBI 証券と住信 SBI ネット銀行を連携させた預金になりまして、このハイブリッド預金に残高を振り替えておくだけで、SBI 証券の口座の残高に自動的に反映、振り替えがなされて、アカウントの中に入金しておく必要がなく、取引が可能になります。こちらですね、自動的に入金されるので、圧倒的に手間が少なくなります。そして続いてのメリットは為替手数料の安さです。SBI 証券で日本円を米ドルに変える場合、為替手数料として1ドルあたり25銭の手数料がかかります。一方で住信 SBI ネット銀行であれば、普通の外貨預金を使えば、円をドルに変えた場合の手数料が4銭と圧倒的に低くなっています。ちなみに外貨積み立てを利用すると、1ドル2銭で交換できるので圧倒的なメリットがございます。少し住信 SBI ネット銀行の話に脱線したんですけれども、口座開設の手順に戻っていきます。続いては T ポイントサービスの申し込みについて選択をしていきます。こちらは SBI 証券で T ポイントが貯まったり使えたりするサービスです。取引で貯まったり、投資信託の購入に T ポイントが利用できるようになります。特に申し込んでおいて損はございませんので、こちらの申し込むで OK です。ここまででお客様情報の入力が一通り終了しました。こちらの次へをタップします。続いては規約の確認です。いくつかの規約に同意していくんですけれども、まずは PDF ですね、こちらを閲覧していきます。そして確認が終わったら四角をタップしてチェックを入れるようにしてください。PDF を閲覧しないとこちらにチェックが入りませんので、必ず閲覧するようにしてください。続いては住信 SBI ネット銀行を開設する方は同様に PDF を閲覧、確認後四角をタップしてチェックを入れてください。そして T ポイントサービスを申し込む方は同様に PDF を閲覧、確認後四角にタップしてチェックを入れてください。そして全ての確認が終わったら最後にこちらの同意するをタップします。最後に入力内容の確認です。これまで入力したものが表示されますので、順番に確認をしていきます。もし誤りがあった場合はこちらの修正するをタップします。正しく情報が入力できていることを確認したら、口座開設方法の選択、こちらをタップします。続いては口座開設方法の選択です。ネットか郵送の2種類がございまして、ネットで口座開設をした場合は、本人確認書類を Web で提出することができます。郵送で口座開設を選択した場合は、郵送で提出する形となります。両者の違いなんですけれども、ネットで口座開設をする場合は、ネット上で完結するので、早く口座開設ができます。なので、早くですね、取引を始めたいという方におすすめです。一方で、郵送での口座開設というのは、書類でやり取りをしたいという方におすすめです。今回はネットで口座開設というのを選択していきます。選択できたら、下の方にある申し込むをタップします。続いて申し込み完了画面になりますので、こちらの画面にあるユーザーネーム、パスワードは必ず控えておいてください。この後の手続きで必要になります。ちなみに完了メールが届くんですけれども、パスワード等の記載はございません。郵送で口座開設をする場合は、郵送物が届くのを待つ形になります。控えが取れたら次へをタップします。続いては本人確認書類を提出していきます。画面の下にある本人確認書類の提出、こちらをタップします。そうすると提出書類、提出方法の選択に移ります。まずはマイナンバーカード、こちらであれば1枚で OK です。
一方、通知カードを選択した場合は、その他の本人確認書類が必要になります。通知カードを選択した場合は、提出する本人確認書類を選んでいきます。運転免許証、健康保険証など、ご自身が提出するものをタップしてください。続いては提出方法の選択です。提出方法は手元にあり、スマホカメラで撮影し提出、こちらをタップします。続いて口座開設完了通知の受け取り方法ですが、こちらはメールで受け取り、オンライン上で手続きを完了、こちらをタップしてください。そして本人確認方法は自分の顔をその場で撮影、こちらをタップします。これで取引に必要な手続きは Web 上で全て完了します。郵送でのやり取りは不要になりますので、最短で翌営業日には取引が可能になります。以上の選択が終わったら最後に次へをタップします。こちらの次へをタップすると、マイナンバー確認書類、本人確認書類のアップロード、自分の顔を撮影、こういった手続きに進みますので、画面の流れに従って手続きを完了させてください。続いては初期設定に移ります。取引の開始までに職業や勤務先を登録します。こちらですね、勤務先などを登録すると会社にバレるんじゃないかと思われる方が多いんですけれども、SBI 証券から勤務先に連絡が行くということはございませんのでご安心ください。こちらの初期設定をタップして次に進みます。お客様情報の入力画面になります。メールアドレスは入力済みなので特に気にしなくて OK です。そしてご案内メールの設定なんですけれども、こちらはどちらでも OK かなと思います。もし SBI 証券からお得な情報だったり案内のメールが欲しいという方はこちらにチェックします。もし受信をしないにしても重要情報ですね、こちらは配信されてくるのでご安心いただければと思います。続いては国籍を選択します。そして2位なんですけれども、携帯電話番号、ファックス番号、米国永住権の保有などを選択していきます。そして職業も選択します。続いては世帯主との続き柄です。世帯主と自分がどの関係になるのかを選択します。世帯主ご自身が申し込む場合は本人、世帯主の配偶者が申し込む場合はこちらの配偶者、こんな感じで選択していきます。完了したら次へをタップします。次はインサイダー登録です。こちらは上場会社の役員などその会社に関わる重要情報を保有している場合、その情報をもとに取引を行うと違法になります。こういったことをですね、未然に防ぐための登録になります。該当しない方が多いと思うので、こちらは空欄で OK です。ただ該当する場合は正しく入力をお願いいたします。そして入力が完了したら次へ進むをタップします。次は振込先金融機関口座の登録です。これは何なのかというと、証券口座から出金をする場合に振込先となる金融機関の設定です。金融機関、本支店名、預金種別、口座番号を入力して次に進みます。続いては国内株式手数料プランの選択です。このスタンダードプラン、アクティブプランの2つから選択できます。基本的にはスタンダードプランで OK かなと思います。1日に何度も取引をする方はアクティブプランの方が割安になる可能性がございます。この手数料プランは今後変更が可能です。今どちらを選ぶか決められないという方は一旦スタンダードプランを選択、そして自分の取引状況を見て多いようであればアクティブプランに変更、こんな流れがいいかと思います。続いては配当金の受け取り方法です。初期設定では配当金を郵便局や金融機関で受け取る設定になっています。もし NISA 口座で配当金を非課税で受け取りたいのであれば、株式数比例配分方式というのを選択する必要がございます。こちらは基本的にチェックをしていただければ大丈夫です。続いては各種質問に移っていきます。まずは資産状況、投資の方針などを選択して次に進みます。そして続いては SBI 証券を選んだ理由です。該当項目を選んで次に進みましょう。最後に登録内容の確認です。これまで入力した内容が表示されていますので、全て確認をしていきます。最後まで確認して間違いがなければこの内容で登録をタップします。以上で初期設定は完了です。そして本人確認書類などの審査が完了したら口座開設通知書がメールで届きます。その中に株や投資信託の取引に必要な取引パスワード設定ページへの URL が記載されておりますので、そちらにアクセスして設定してください。続いては SBI 証券に入金する方法について解説していきます。こちらですね、最後に入金をしていくんで
明したハピタスの4000円分のポイント条件をクリアするために必要です。SBI 証券の入金についてスマホの画面で解説をしていきます。基本的にはパソコンでの同様の流れなので、ぜひ参考にしてみてください。まず SBI 証券にアクセス、そして入出金ですね、こちらをタップします。そうするとこのような画面になりますので、まずは金融機関を選択します。この金融機関は普段使いの銀行で OK です。今回はみずほ銀行を選んでいます。入金額は5万円以上を設定します。そして SBI 証券の取引パスワードを入力します。入力が完了したら最後に画面の下にある確認をタップします。そうすると内容の確認画面に移りますので、金融機関、入金額、注意事項を確認して最後に入金実行をタップします。そうするとこんな感じで各金融機関の画面に移りますので、必要事項を入力して入金を実行してください。最後にやることをまとめます。1、概要欄のリンクからハピタスに登録する。2、ハピタスを経由して SBI 証券に申し込む。3、特定口座源泉徴収ありを選択する。4、NISA 口座は積立 NISA がおすすめ。5、住信 SBI ネット銀行も同時に開設する。6、証券口座に5万円以上の入金を行う。以上になります。これで今回の SBI 証券の口座開設の手順と必須設定についての解説は以上になります。長々と解説してきたんですけれども、この手順を全てやっていただければ損しない形で証券口座が開設できますので、ぜひご活用いただければ。はい、ありがとうございます。だいぶ詳しくやってもらいました。ただ、もうなんかパソコンとかスマホが苦手な方とかは、もうめんどくせえと思うかもしんないですよね。ここは、なんとかこの画面と一緒に、この説明書なので、これを見ながらやるしかないです。はい。もう、ここは、ネット証券だったらやっぱりスマホをいじれるようにならないといけない。じゃないと、やっぱりもう、SBI 証券で結局申込書とかを書く、記入するとかなると郵送で送ったり、同じことをやるんですけど、書類書いたりするのも、結局同じじゃないですか。住所書いたり、こう。で、今までそれが、紙に書いてたものが、なんて言うんでしょう。ネットにボタン操作になったっていう形なので、紙に書くこともできるんですけど、できるだけ、今回のそのインターネットのこの流れで、銀行の振り込みとかもネットでできるように、やっぱこれきっかけにしてほしいですよね。はい。なんとかね、このやり方をね、真似てほしいなと思っております。で、この6つのことが書いてあって、この4番の積立 NISA がおすすめっていうのは、年齢によってここが、普通の NISA、さっきもちょっと言ったんですけど、普通の NISA の方がいいっていう方は、短くても1年でたくさんの金額を入れたいという方は NISA がいいだろうし。で、ここが4番がiDeCoになるんだったら、実はこの手順でiDeCoもできると思います、4番で。ただ、iDeCoの方は確か僕が知ってる限りだと、iDeCoはウェブ上でできないはずです。なぜなら、iDeCoは年金の絡みがあるので、書類を出さないといけないんですよ。だから、iDeCoをやる場合だったら、年金機構とのなんか調整がいるみたいなので、書類がいる。ここだけが違いますね。はい。NISA と、積立 NISA、それからiDeCo。この3つが、4番が違うということだけ知っておいていただければ、あとは同じです。はい。ということになりますね。それでですね、ここで、実際に、じゃあ、できましたと言ったら、どういうことが行われてるかっていうことをちょっとお話ししますね。まず、僕の方で解説できたのはこれですね。
ちょっとこれ、見ていただくと、ちょっとメール開けますね。これはですね、SBI ネット銀行からのメールです。だいぶ遅いですね。あ、ログインか。お、アクセスできませんなっちゃった。あ、出ましたね。これ、見えますかね。口座振替だけ。これメールが来たのは、僕のイデコですね。イデコが、口座引き落としが12月27日に6万6千円ありましたよっていうのがSBI の方から来てます。はい。まあ、こういうメールも来ます。で、ホームページをちょっと押しますと、そんなにこれが住信 SBI ネット銀行のホームページになりますけど、はい。預け入れが13万2千円ですけども、これですね。これ見てください。この SBI ハイブリッド貯金って書いてあるのが、今僕全然入れてないですけど、3867円今入ってます。何が言いたいかというと、この3867円が、この SBI、証券、こっちで見た方がいいのか。これイデコ出しちゃった。イデコ出してますけど、どうしようかな。これでいいか。やっぱ俺これちょっと窓出しすぎだな、これ。タブを出しすぎですね。今日30個ぐらい出してるので、いろいろやりたいと思って出しちゃってますね。これだいぶ遅いな。はい。やっと出ました。買い付け余力とありますけど、これ SBI 証券の金額。ここですね。買い付ける3867円。これで比較すればパッと見えるかな。あれ、これがネット銀行です。これが言ってたハイブリッド貯金って言って、ここにお金を入れると同じ金額がSBI 証券にも入るよっていうことです。いちいち証券会社にお金を入れなくても銀行の方に入れればいいよっていうことですね。これが最大のメリットです。はい。お疲れさんです。今日は初心者講座をやっております。なので、なんかっていう感じで聞いてくださいね。皆さん今日の方はみんなトレードやってらっしゃる方ばっかりだと思うのでね。はい。今日はリクエストがあったので、ちょっと初心者講座をやらさせてもらってます。はい。このハイブリッド貯金と SBI の分かったかと思います。じゃあ、あと、何の投資をするのっていうことになりますけども、まあ、ランキングがここにありますので、もう最初に分からなかったら、SBI 証券だったらこの上位のトップ10の中のとこを見ていけば、もう間違いないと思います。で、ここに1位のSBI の V シリーズ S&P500 インデックスファンドということで、積立 NISA もできますよっていうことで、はい。2位も。1位と2位と、みんなこういろいろ書いてありますけども、ほとんど、S&P だと思ってください。はい。いろんな形で書いてありますけど、ややこいだけです。みんな三菱 UFJ は EMAXI Slim S&P500 だし、こっちの3位が三菱 UFJ 国際の EMAXI Slim のオールカントリー、全世界でやれるよって言っても、ほとんど米国です。はい。割合が米国です。
4位がナスダックのレバレッジ。これは、もう一番最初は、やらない方がいいです。なんでかっていうと、まだ減るっていう確率が、レバレッジ、ナスダックはあるから、最初入れた時に減ったら怖いと思われる方は、やっぱりこの1位、2位、3位のうちのどれかですね。で慣れてきたら、入れてもいいかなとか言うんですね。で、未だに6位の、やっぱり SBI の日本株 4.3 ブルとかやるんですね。で、どうしても米国嫌だっていう方は、ひふみ。このひふみプラスだけは国内株式では優秀だと思います。でも、優秀でも去年はもうほとんど日本株ダメだったので、3.93 のこの評価、なんつうか、伸びしかなかったです。ひふみでさえ、これですからね。かなりここしっかり銘柄見てくはずなので、もう日本株はもう結構きついですね。これ見てください。もう日本株のこの1年間の、これ運用成績ですよね。マイナスじゃないですか。はい。だから、もう米国でまずは行ってほしいなと思います。まあ、ちょっと、こう言っちゃいけないですけど、トータルリターンの1年間で、結局去年1年間は、ナスダックのレバナスが 71% だったっていうのが結果ですよ。そうですけど。まあでも本当にこれ今年からやる方はレバナス突っ込んだらどうなるかわからないので、まだ最初はこの1位、2位、3位のうちのどれかだと思います。で、もう積み立てされる方はここに取引のとこに積み立てっていうボタンもありますし、いや、積み立て最初怖いな。なんか安くなった時に入れたいなっていう方は、金額っていうところに入れてもいいと思います。はい。これで NISA もできますし、で、口座はね、確か、NISA のこちらのボタンからも、これスマホも多分一緒です。NISA を押します。いや、遅いな、これ。時々ハイブリッド出たり入ったりするんで、配当金とかの株の関係でちょっと、あれですよね。あと約定した時にもそうですよね。証券口座とお金が連動してるのでね。だからなんかこう、朝一に、あれじゃないです。ハイブリッドかなんかお金が口座から振り込まれましたとかあるから、とかって思いますよね。あるあるですね。こちらの方で、イデコと、この右側ですね、イデコ積立 NISA、外国株式 FX っていうことで各口座が載ってるので、ここのボタンからも行っちゃってもいいです。僕はランキングからですけど。で、ここに口座の解説の流れもありますけど、先ほど、動画でも、YouTube でもやられましたけど、最初に NISA って決めてもいいし、決められないってことは途中変えることもできます。これの右側見えますかね？消してしまった。ちょっとごめんなさい。やば。なんと、ウェブを消した。復活できたんでいいんですけど。はいはいはい。よかった。復活するようにしてあったので、今ボタン、この、大きさを変えようとしたのに。ここに、ちょっと見えるかな？ここに、今僕は NISA 口座になってるんですけど、この取引と口座開設ってとここが、僕は今 NISA なんですけど、もし積み立て NISA に変えたいなっていう方は途中でこの変更ボタンで変更することもできます。で、iDeCo はiDeCoで別口座になりますのでね、年金ですから。最初に申し込みの時にも、NISA は NISA で申し込んで、iDeCo はiDeCoで申し込む形になります。でしかもiDeCoは、言ったように、郵送で送る関係もあると思いますんでね、書類をね。NISA とかは全部ウェブで完結もできますけどね。そこだけ注意をしてください。
あと、途中FX とか、外国株式とか、他の CFD とかやりたい場合は、ただ、口座開設する手続きをすれば大丈夫だと思うんですけど、確かね、これ、初心者の方は、FX すぐにはできないかもしれないです。経験がないとダメだよっていうことがたまにね、こう、先物とか CFD とかあるかもしれませんので、最初は、まずは、この NISA で、まあちょっと年金の関係で下ろさないよっていうことだと、イデコをやればいいかなと思いますね。で、銘柄的には S&P500。まずここで一択でいいと思います。まずは一択やってから、議に進んでください。そうですよね。皆さんももうそれでいいと思いますね。これでずっと突っ込んでほっとくんじゃなくて、まずは入れて、値動き見て、じゃあ他の庭はどうなのかなと。ナスダックってどうなのかなとか。他のなんか聞いたことある株とかどうなのかなってやった時に積み立てをしつつ、他をやるんだったら僕みたいなこういうもうチャートとか見たりとかするようになって、またステップを踏んでいけばいいと思うんですよね。はい。まあ、そんなような形になっております。ちょっと実際ね、講座の、あと、実際、このポートフォリオっていうんですけど、もし、NISA で毎月買ってるよっていうことであれば、自動的に、SBI 証券はこのポートフォリオっていうのを押せば、いくら買って運用成績がいくらかっていうのは自動で出ます。投資信託のね。これが、僕は、NISA 預かりのところはこの4銘柄が今、NISA 預かりの口座になってます。はい。これ、もう買ったら、ここに自動的に、乗ってきますね、ポートフォリオに。国内株式は便利です。まあ、ちなみに、これちょっと NISA 口座のやつだけ見ますけど、S&P の米国株式。これが、もう2年前ですかね、買ったやつ。で、これが、SBI の、EMAX スリムのオールカントリー。はい。で、3番目が、ダイワアイフリーレバレッジナスダック100。これ一番 NISA で入れてるやつですね。で、SBI の新興国インデックスファンド。これちょっとしか入れてないですけど、これも今、イデコの方では結構入れてます。僕はNISA と、まあいいや、後でいいや。NISA はこの4つ。で、運用成績はもう見ていただくとわかるんですけども、恐ろしい。この2年間はもう運がいいですね。僕コロナから明けてから入れたので、もうこの S&P だけでも 69% プラスなので、こんなんありえないです。しかもナスダックは 96% で、もっと前からやっている特定口座のやつは 152% 利益が出てるので、これはもうね、この2年は運がいいだけです。こんな運用成績普通出ません。はい。まあこれがあるから他の CFD とかで遊んでるっていうのも言えるかもしれないですけどね。僕はここが積み立てとかまあベースになってますね。はい、まあこれが NISA 口座のポートフォリオになります。こういうふうに買うとポートフォリオに自動的にね出てきます。どういう数字かっていうのが。で、イデコの方はまたイデコで別でできますので、このイデコのボタンから、ちょっといきますか、ついでなので。そうですね。よっぽど決めてる銘柄じゃない限り VTI 的なものがいいで、そうですね。最初はもう全世界か、米国ですよ。で、ちょっと、怖ければ全世界から始めて、で、S&P500 を見て、からですよね。はい。で、NISA か、積み立て NISA。もうこれ、法律が実は、
来年以降変わるので、2階建てになるので、もうどっち選んだって、もう1年後とかは一緒になっちゃうんですけどね。じゃあ最後にちょっとイデコの方だけね、お見せしたいと思います。イデコがね、重たいんですよ。別サイトだから。年金の関係なので、なんかサイトが別になってますね。ちょっと名前も出ちゃいましたけど、すいません。まあ、いいや、ライブだし。イデコの方は、実際には、SBI のイデコのいいところは、銘柄が多いです。38銘柄ぐらいから選びます。ちょうどいいと思います。たくさんありすぎても、何選んだらいいかわからんってなると思うので、でも、その中でも優秀っていうか安定してパフォーマンスが出る、銘柄が揃っていると思います。で、最初は、これもバランス変えることができますので、ここに書いてありますね。もうこれもイデコも最初わからんかったら、S&P500、さっき言ったように EMAX スリムの S&P500 か、VTI という全世界の株式、このあたりをもう入れればいいと思います。で、ちょっとずつ、なんかこれ面白そうだなと思うようだったら、例えば、この中で、僕だったらですけど、金を入れてみたりとか、新興国を入れてみたりとか、分散投資したろうと思って。で、あとは、例えば、こういうリート、海外リートを入れたりとか、国内リート、不動産ですね、を入れてみたりとかして、運用成績どうかなと思うのは、もう国内も入れてますけどね。やってました。なので、こういうふうに、僕は分散、何銘柄 ?1、2、3、4、5、6、7、8銘柄になってますけど、入れたのは、イデコは。はい。なんでしょうね。何がいいかはわからないんですけど、まずはこっちも、米国中心に積み立てればいいかなと思います。で、僕はこちらは今、毎月いくらっていうふうに積み立て型にしています。で、さっきの、NISA 口座については、もう NISA 口座どっか行っちゃったか。NISA 口座については、低くなった時に、お金を入れてます。という感じですね。今こっちは、そうですね。運用成績はそんなにわかんないですけど、20% ぐらいですかね。112、そうですね。まあかな。まあだと、これがまあだと思います、本当は。20% ぐらいが本当いいと思います。年率 6% でも平均いいのに、そうですね。これどっか運用パーセントどっか出てたかな。どこでだろう。忘れちゃった。なんか出るんですよね。前ちょっと電卓弾いてたんですけど、だいたい20、そうですね。これで弾けばわかるんですけど、20% ぐらい利益出てると思いますけどね。はい。ということになります。なので、増えるよっていうのは、今、米国はここまで今年増えるかはわからないですけど、これから10年、20年わからないんですが、まずは積み立てをしてって、で、少しずつ興味が出た時に YouTube を見たりとかすることができれば、ちょっとアメリカよりインドが良くなってんじゃねえのとか、なると思うんですよね。はい。なので、そうなんですね。イデコの説明を随分やったんですね。同じ説明しちゃった。そうですね。はい。50代の方とかが始めるんであれば、もう NISA もイデコも変わらないと思います。僕的には。なぜかというと、下ろす
時っていうのが、NISA もiDeCoもほとんど変わらないからです。これが30代とかになると、例えば、60まで下ろせないって30年下ろせないってこれ怖いですもんね。年金じゃないですけど。だから、僕らでいう50代の人が選択するには、iDeCoも NISA も変わんないと考えた方がいい。ただ、証券会社を間違えると、iDeCoの、方は、銘柄が少ないとこがあるので、だから今回 SBI 証券であれば、S&P500 とかも、iDeCoも NISA もできるので、これは自分の考え方、60歳まで下ろせないって覚悟を決めるだったら、iDeCoでいいだろうし、何も見ずに。で、ちょっと自分で出し入れしたいなと思うことがあるんだったら、NISA にすればいいだろうし。という違いだと思います。両方とも税金優遇なので。はい。なんで僕はそう思いますね。まずは最初はここから始めてもらえるといいなと思います。はい。長くちょっと言いましたけども、この高谷さんですね。ぜひね、この操作方法をね、今日の動画も見ていただきながら、流れをつかんでいただけたら嬉しいなと思います。はい。じゃあ今日最後に、またトレードの方の値動きだけちょっと見て終わりたいと思いますね。あ、半導体やっぱそうですね。1.79 なのですごいですね。なんかこれおかしいですね。ナスダック一回ボーンと落ちてバーンと上がったんですね、これ。S&P もボーンと落ちて、一回プラマイゼロになったんですね、なんか。はい。ということで、年明け最初のアメリカはいい形でスタートしそうだなということでですね。はい。次回なんですけども、木曜日にやるよ。明日ちょっと、明後日お休みにさせてもらいます。木曜日にまた米国の方をね、コモディティ、木曜日はいつもコモディティとバラエティなんですけども、コモディティこの間結構やっちゃったので、米国、明日やらずに木曜日にね、ライブをやっていきたいなと思います。思えばですね、節税効果、そうですね。でかいと思います。はい。はい。僕はできるだけシンプルに、もうわかりやすく、SBI 証券、SBI ネット銀行、解説、NISA か、iDeCo か。で、S&P500 に投資信託入れる。もうこれで、とりあえずいい。これで半年見て、半年の間にもしお勉強できるようであれば、少しずつ他のね、ものはどうかなと思ったりとかする。で、いくら入れるかは、例えば楽天シミュレーターとかを見て、ちょっと、これぐらい貯まるんだとか思っていただければいいか。そうがもう、すいません、また、話まとめちゃいましたけども、木曜日はまた通常米国株のこともやっていきたいなと思っております。今動き始めたとこなので、ね、今年どうかなっていうのはまだわからないですけど、木曜あたりからね、だいぶ動きもね、出てくるかなと思っております。で、通常ね、今年もできれば、木、土、日でやっていきたいと思いますけど、もしかしたら、仮想通貨のあたりがちょっと動きがだいぶまったりしてきてるっていうか、メタバースも上がってるんですけど、なので、もしかすると、木、土か日でまとめちゃう。別にネタがないわけじゃないですけど、仮想通貨も。だいぶ値動きが、だいぶ落ち着いてきた感があるので、それも入れて、週3ぐらいになるかもしれませんけどね。あんまり長くやっても今回って僕思ったんですけど、何連チャンだろう。お遍路さんからやってるから、もう、長いんですよ。なんかずっと毎日なんかライブをやってるイメージで、
ちょっと皆さんには通知とかもご迷惑だったのかなと思って、だいぶこう、登録者数がね、実はちょっと、お遍路さんがあんまりひどかったか知らないですけど、減ってきたんですよね。きっと、ね、毎日皆さんとこ通知が行って、なんだこの泥はもう年末年始もうざいなと思われたかもしれない。はい。ちょっとね、実はちょっとこう、ショックだったので、どんどん落ちてきたので、またね、まあ長いとね、やっぱりみんな嫌なのかなと思ったりするんで、でも、やっぱりこう、ね、来てくださってる方とか、みんな楽しんでくださればいいなと思うんで、少人数でも、こういったことを伝えられることとか、ライブとかでね、こう、話がね、できればなと思っておりますのでね。はい。SBI と、そうですね。はい。と思います。もうネット銀行の時代ですので、ぜひね、周りの方とかも、まず僕はこう、口座を作れるっていうことは、あれですよ。投資をしてほしいというよりも、インターネットを、スマホと YouTube をとにかく見れるようになってほしい。もう本当それ思いますね。多分、そこができないから、めんどくさいから投資をしないんだなっていうのが、僕は一番そこだと思いますね。言うと。やっぱめんどくさいことっていうのはお金がかかります。はい。だから証券マンにお願いするとお金もかかります。だけどそのめんどくさいっていうのを、ちょっとずつ、慣れてくるようにしてほしいと思うんですよね。まあ実はこういうふうに言いながらね、うちのお袋にね、70超えるとね、本当にもう気持ち一つなんですけどね、もう新しいこと学びたくないってどうしてもね、言うこと聞いてくれないんですよ。もう身近な方でね、こういうことがいると本当悲しいんですけど、はい。なんとかね、僕も、今年母親には、楽々本ってドコモのスマホあれはなんとか操作方法を教えたんですけど、YouTube は見れないんですよね。でも操作方法もね、まだね、メールとかもね、通知もやっぱね、見ないんですよね。どうしてかなと思うんですけどね。ここは、やっぱ投資だけじゃなくて、60代から70代の方とかの、このなんかスマホとかの境界線だなと思うんですよ。はい。僕らの代から下っていうのは、もうさすがに、そういうことは、まあめんどくさいなと思うかもしれないですけど、やるにはやると思うんですよ。で、お金を持ってらっしゃる年金暮らしの方とかが、やっぱりスマホを使えないっていうのは大きいことだなと思います。だから、まあ、今回、こういうことを投資をしろっていうことより、スマホを頑張ってやろうねっていうことをぜひね、こういうきっかけにしてお勧めしたいなと思っております。はい。長くなりましたね。そうなんですね。お花さんそうなんですね。はい。正解だと思います。正解っていうか、一番自分で選べると思うんです。まあ、銘柄が多いよとかいろいろ言ってますけど、なんやかんやで、証券会社の、口座、松井証券とか、ああいうのは、もうね、いらないと思いますね。こんな言い方失礼ですけど。ネットで自分で買って、YouTube 見て、この銘柄いいんだと思えば、それを自分で買える時代になったと思います。はい。で、その時に、ダンさんぐらいちょっと、デパートみたいに多いと、僕も割と今もうトレーダーになっちゃったので、こうやって200銘柄ぐらい解説しますけど、実際のところ、10銘柄ぐらいでいいと思います。こんな言い方失礼ですけど。はい。投資とトレードはもう別物ぐらい違うんですよ。きっとそう思います、僕。投資って、買い中心じゃないですか。で、積み立てていくっ
こともするじゃないですか。でもトレードって短い時間で売ったり買ったり売ったり買ったりするじゃないですか。だからそもそものお金を預けるっていうことは一緒かもしれないんですけど、性質は全然違うと思うんですよね。うん。だから、じゃあ、ダンさん中心にするかっていうと、そうでもない気はするんですよ。投資に関して言えば。ダンさんもきっと、投資とトレードは別だと思ってるはずです。はい。それを、そうですね。ダンさんは長期と短期という言い方をします。ポートフォリオの言い方をします。僕らで言うと、もうちょっと言い方変えると、投資信託みたいな積み立てをするものと、CFD のトレードをするものというふうに言い方をすると思いますね。はい。なので、トレーダーでもみんなそうですけど、こういった積み立てもしますし、両方やってるということであります。で、積み立てだけしてるのは、こうやって僕も CFD レバレッジ投資って言ってますけど、投資だけ積み立ててればこんなに解説しないですよ。はい。することないじゃないですか。たまに1ヶ月に1回、パフォーマンス見て、これ何%上がってるなって見ればいいだけなので、こんな解説する必要ないですよね。僕はほとんど、ダンさんもそうです。僕もそうですけども、ほとんどトレードとして売ったり買ったりするときに見るもの、コモディティとかそうですよね。はい。ほとんどそういうことで解説を入れてるだけ。はい。と思います。なので、ネット証券で、積み立てておけばいいし、で、よっぽどアメリカが崩れるときってもう新聞でバンバンやると思うんですよ。その時によっこらせで考えればいいから、多少この、言い方変えると、そのコロナであったり、そういうものは今から思えば、そこまでの暴落だったのかなって今思いました。はい、2020年の3月、30% 落ちましたけど、でも積み立てていけば、あそこ踏ん張ってれば、リーマンショックって言って2008年の頃の状況と今のインターネットがこれだけ普及して YouTube もある中で、みんな値動きとかもニュースでも見ればなんとなく分かってくる時代になってきたので、だからこういう環境があるから、長期積み立てしてももうビビることはそんなにないのかなって思います。はい。ただ、やっぱ100万円入れて95万円になるっていうこと、5% 落ちること、これを最初知らないと、これだけでも5万円少なくなったと思ってビビっちゃうと、やっぱりこのビビり方によると思うんですよね。投資もね。はい。これが100万円入れたものが70万円になったって言ったら、いくら慣れても、それ誰でもビビりますよ。はい。だけど、やっぱり100万円のものが95万円になることぐらいのリスクは背負わないといけないですよね。積み立てでも。それは思います。はい。これはなかなか伝えにくいところもあるかもしれませんけど、右肩上がりって言っても S&P だって落ちる時もありますしね。はい。だから慣れてきたら積み立てから下がってきたとこで買えるようにすればいいわけですから、まずは積み立ててその後、イデコをやるのか NISA やるのか、はたまた外国株式をやるのか、また下がった時に入れてみようかとか、そういうふうに少しずつ投資に関して興味が出てきればいいかなと思いますね。はい。だいぶ長くなっちゃいましたね。けど12時半ですよ。初心者向けって1時間半も喋っちゃう。はい。すいません。はい。では、長くなりましたけども、今日はこの辺で、終わりたいと思います。ちょっとね、今日、さっきニュースはね、今日やめますっていうか、さっき落としちゃったので、これ、トレーディングビューを一回バーンと落としてしまったので、もう、出なくなっちゃいましたので、今日は、すいませんけども、ニュースはなしで、このまま
終わりたいと思います。自分がいけないですね。罰打っちゃったので。はい。はい。じゃあ、また木曜日のね、11時に、お会いしたいと思いますね。